こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は外国人関連として在留資格についての解説をしていきたいと思います。日本で働く外国人の方がですね、200万人を突破をしたというニュースはありましたけれど、そうなってくると、やはりですね、家族と一緒に日本で住んで働きたいというふうに思うのではないでしょうか。ただですね、本人自身は就労ビザで在留資格を取得をして働くんですけれど、家族はですね、また別のビザを取らなければ、日本に来て家族と一緒に暮らすことができないという形になります。そういった日本で働く外国人の方のためにですね、家族と一緒に暮らしたいと思う方、家族と一緒に暮らすための在留資格、家族滞在のビザについて解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは在留資格とその種類について見ていきたいと思います。その上で日本に滞在をする外国人、そして日本に観光に来る外国人増えてきましたけれど、在留外国人の人数の推移について見ていった上で、在留資格、家族滞在というのがありますけれど、家族滞在の在留資格について見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは在留資格とは何かということですけれど、在留資格、日本ではですね、一般的にビザと言いますけれど、正確にはビザというのは査証というものになりまして、旅行先の国々の在日大使館ですとか領事館が与える渡航先の国に入るための入国の事前審査書というのが査証、ビザというのが正しい言い方になってきます。ただし日本でビザといった場合はですね、多くの場合在留資格を意味することがほとんどではないでしょうか。では在留資格とはどういったものなのかですけれど、入国をするためのものが査証ではありますけれど、今度はその渡航先で滞在するために必要な資格というのが在留資格というものになってきます。この在留資格についてはですね、その目的、例えば働くためですとか結婚をしたから、そういったさまざまな滞在の理由があるかと思います。そういった滞在、いわゆる活動と言われますけれど、その目的に応じてだいたい30種類ぐらいのですね、在留資格というのが日本は存在はしている。そしてこの在留資格に関しましては、外国人1人につき1つの在留資格というルールがあります。したがいまして複数の在留資格を持っているということはありえないということになります。また日本はですね、海外諸国に比べて非常に在留資格が厳しい、審査が厳しいというふうに言われている中でですね、昨今人手不足というところもありますので、外国人労働者受け入れといったところで少し緩和ですとか新しい在留資格の創設という形で動いております。そしてこの在留資格ですけれど、大きく分けるとですね、就労系の在留資格と言われるものと身分系の在留資格と言われるものがあります。まずは就労系の在留資格ですけれど、こちらは認められた活動があって、その活動でしか、滞在することができない、そして在留期限があるといったものになってきます。そして身分系の在留資格ですけれど、全てではないですけれど原則就労の制限はないと。そして在留期間の更新というのもですね、永住なんかですともうないという形になってきます。そして外国人の人数の推移ですけれど、日本で滞在をする外国人の方というのが過去最高を更新をして300万人を超えたといった形になっております。そしてそのうち家族滞在で日本に滞在する方というのはですね、今現状約14万人というふうになっており、この10年間で6割ほど増えているという形になっています。そしてですね、今後さらに一層外国人が増えてくるといったところがありまして、育成就労制度というのが創設をされて、今後5年間で82万人の外国人労働者を受け入れるというような目標も政府は立てております。
一方でですね、永住権の取り消し制度、すなわち外国人労働者、日本に滞在する外国人の方が増えてくるというふうになってくると、永住権を取得する方も増えてくるという形になりますけれど、一方で永住権、今取り消しの制度はありませんけれど、永住権取り消しの制度といったところも議論をしている。この永住権の取り消しの制度に関しましてはまた別途、ですね、動画で解説はしますけれど、やはり永住権の取り消し、創設で、こちらに関しましては税金の未納がある方に関しては取り消しをするという形になっておりまして、まだ制度の詳細は固まっておりませんけれど、先日ですね、政府が発表した内容になりますと、税金未納の永住者というのが約1割ほどいるというふうになっているので、こういった方たちを対象に永住権取り消し制度というのが発動されるのではないかなというふうに思っております。そして家族滞在の在留資格ですけれど、こちらにつきましてはですね、就労をしている外国人等の家族が日本に滞在したい場合に、その被扶養者に対して発行される在留資格という形になります。そして被扶養者ですけれど、こちらですね、いろんな法律によって被扶養者とありまして、いろいろその被扶養者の範囲って違うんですけれど、ここの家族滞在の在留資格に関していう被扶養者というのは、扶養をする配偶者と子供が原則になってきます。あとはですね、養子ですとか、認知をしている非嫡出子、なんかも可能ではありますけれど、ポイントはですね、兄弟姉妹ですとか両親というのは対象外になるという形になります。ただですね、やはり、家族だけといってもですね、やはり両親も高齢で年を置いていて、親を置いて日本に来ることができないという状況もあるかもしれません。そういった高齢の親の面倒を見たいといった場合でもですね、家族滞在の在留資格というのは認められないという形になります。では、両親の面倒を見たいのに呼べないのかというと、そうではなくてですね、老親扶養というのはですね、老親扶養の在留資格というのがあるわけではないんですけれど、特定活動という在留資格があって、その中の一つに老親扶養というのがありまして、こちらを取得をすれば、高齢の両親というのを日本に呼ぶことができるという形になっております。そしてですね、家族滞在、日本で働く外国人の方、誰でもこの家族滞在を申請できるのかというと、そうではないという形になっておりまして、家族を呼べない在留資格というのもあります。例えばですね、技能実習ですとか特定技能1号なんかに関しましては、家族滞在で申請するのは難しいと。またですね、留学生が家族を呼ぶこともできるんですけれど、こちらはですね、留学自体が日本では就労ではなくて、勉学という形になりますので、その家族を呼ぶにあたってはですね、いわゆるかなり厳しい審査になってくるといった状況になっております。そしてこの家族滞在の在留資格申請をする場合の必要書類ですけれど、やはり本人の申請書類ですとか、あとは家族との関係を証明する書類とかですね、例えば結婚証明書ですとか戸籍謄本、出生証明書、そういったものが必要になってくると。またその他ですね、ご本人自身がですね、職業や収入を証明する書類ですね、課税証明、納税証明、そういったところのもの、そして家族を養うだけの収入があるのかといったものを証明する書類が必要になってくると。そしてですね、先ほど、老親扶養の話しましたけど、親の呼び寄せですね、基本的にはダメなんですけど、できる、在留資格もありまして、例えば高度専門職、こちらに関しましては親を呼べるといった在留資格になってくるという形になっております。そして家族滞在ですけれど、日本に来て家族として一緒に暮らすと。ただですね、就労は原則認められていないので働けないという形になるので、毎日家にいなければいけないという形になりますが、従いまして就労は原則不可なんですけれど、一定の条件の下で、別にですね、資格外活動許可というのを取得すれば就労は可能という形になっております。ただ、他の在留資格、就労系の在留資格と同じように働けるのかというと、そうではなく、1週間につき28時間以内の労働という制限があります。
この28時間、日本でいうと1週間40時間という労働時間の制限がありますけれど、これは基本的に起算日、原則としては日曜日から土曜日までを計算をしたときに40時間という形になりますが、この家族滞在における資格外活動の就労の28時間というのはですね、どの曜日から1週間を起算をしても常に28時間でなければいけない、どこを切っても28時間でなければいけないというのがあります。ただですね、留学生なんかの就労に関しては一定の条件の下で28時間を超えることができるというものもありますけれど、原則28時間という形になります。そしてですね、資格外活動許可を取りますけれど、資格外活動許可に関しましては個別許可と包括許可というのがありますけれど、通常はですね、包括許可ですね、アルバイト等を行う場合なんかに関しては包括許可を取るといったケースが多いというふうに思います。そして最後に注意点とまとめですけれど、本人の収入ですね、家族を呼ぶにあたってその家族を養えるかどうかといったところの収入も審査のポイントになってきます。例えばですね、ご自身が働いていて配偶者を呼ぶとなった場合、夫婦でですね、大体年収で230万円から250万円ぐらいの収入がないと認められにくい、明確な基準があるわけではないんですけれど、大体このぐらいを目安にしてもらえればと。そして子供が1人増えるごとにですね、1年間に収入が50万から60万ぐらい増えればというふうに思っております。したがいまして、例えば配偶者と子供を2人呼ぶ場合はですね、年収で最低320万円程度なければ、家族滞在としての在留資格で審査が厳しくなってくるという形になっております。そして家族滞在、資格外活動許可を取れば就労はできますけれど、オーバーワークになってしまった場合はですね、時間ですね、その場合は日本での在留は困難。そして再申請ですね、更新申請にしてもですね、更新はしてもらえない、許可はもらえないという形になります。一生懸命働いてもっと働きたいと思った場合、オーバーワークになる可能性がある場合はですね、他の在留資格への切り替えというのも検討してほしいと思います。資格外活動許可ですね、よく多いのは収入で考える方が多いんですけど、もう厳密に時間で考えるといったところを注意が必要です。この在留資格に関しましては申請において嘘とかごまかしというのは必ずバレますので、他の人、あの人は大丈夫だったから僕も大丈夫というケースが非常に多いんですけれど、それは通用しませんので、正しく申請をしてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。